トイボールファクトリーです。今回はマスターグレードエクストリーム RX0 ユニコーンガンダムバージョン系をテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。もう全然画面に収まっていないですね。ガンプラ40周年とマスターグレード25周年を記念して作られたマスターグレードを超えるグレードとして誕生したのがこのマスターグレードエクストリームになります。久しぶりのマスターグレードの制作ということで箱の大きさに面食らっているんですが、通常のマスターグレードよりもだいぶ大きな箱ですね。それでは作っていきましょう。モビルスーツケージだけでこのランナーの量、これは大変そうです。ということでモビルスーツケージから作っていきます。こういった付属品なんかは後回しにすると飽きて作らなくなってしまう可能性もありますからね。それでは表面処理を行っていきます。モビルスーツケージや武器類はあまり艶を出す必要がないので、ゲート処理と400番から800番までヤスリをかけていきます。結構な量なのでちゃちゃっとやりたいですね。これでよし。サーフェイスアイボブラックを塗装していきます。モビルスーツケージのキャットウォークを塗装しています。なんかごっついものが見えますね。ワークホルダーです。実はヤスリをかけるときに力を入れすぎてしまったせいか、塗装クリップを持つと人差し指に痛みが出てクリップを保持できなくなってしまいました。序盤からいきなり大ピンチです。この後の作業にかなり影響が出てしまいました。痛い。でかい。台座部分ですね。塗装ブースの中にギリギリ収まる感じです。エア圧を 0.4 メガヘクトパスカルにして全開で塗装しています。高圧で吹けるパワーコンプレッサーがなければ即死だった。メタルカラーダークアイアンを塗装していきます。モビルスーツケージも大きすぎてクリップやワークホルダーをつけるスペース的な余裕がなかったので、禁断のわしづかみです。恐ろしいですね。メタルカラーダークアイアンは武器類を塗装するメタルカラーアイアンより少し暗めなので、色分け的な意味で使用してみました。今回メタルカラーダークアイアンを初めて使用したんですが、塗料の粒子が大きいのかエアブラシがたびたび詰まって難儀しました。塗料のせいなのか、そのうち改めて検証してみたいと思います。台座とモビルスーツケージを組み立てていきます。これはこのキットの肝ともいえる LED 制御ユニットですね。ハンガーを取り付けて、ハンガーにはロック記号がついていて空中で角度をつけて保持できたりします。伸びる。シールドファンネル用のアームも取り付けて MS ケージを取り付けて、はい、完成。でかい。武器類のランナーの量も大概ですね。これは多い。ビームマグナムのレール部分を後はめできるようにします。このレールのストッパー部分をニッパーでカットしておくと、後からレールを差し込むことができるようになります。ハイパーバズーカも同様にこの引っかかっている部分のポッチを切り飛ばしておくと、後から差し込むことができるようになります。バッチリですね。ビームガトリングガンは6丁も作るんですね。これはうんざり。ビームガトリングガン1丁に砲門が4つあるので 4×6 で24。これをヤスリ掛けしていきます。編集でカットしているのであっという間ですね。バレルを組み立ててみます。全部別の組み立てですよ。これデジャブではないんです。合わせ目処理を行います。今回はビームマグナム、ハイパーバズーカとこのビームガトリングガンのドラムマガジンの真ん中にがっつり合わせ目ができます。ドラムマガジンは6個もあるので修行感が凄まじいですね。調光スクレーパーでざっと削ってヤスリでゴリゴリ合わせ目を消していきます。これをあと5個。メタルカラーアイアンを塗装していきます。今回の武器類もサーフェイスアイボブラックを塗装した上にメタルカラーアイアンで塗装しました。メタルカラーアイアンは乾燥後に拭き取りを行うとメタリックな光沢が得られ、お手軽にいい質感になるので重宝しています。下地処理がそこそこでもちゃんと光沢が出るので省力化としてもおすすめです。これもあと5本塗装しておきます。
スターブライトシルバーを塗装します。ビームマグナムのレール部分ですね。ここだけ部分塗装しておきました。バックパックに EX ブラックを塗装していきます。サーフェイサーエボブラックを塗装した上に EX ブラックをこってり塗って光沢を出していきます。かなり薄めに希釈しているので一度では光沢が出ないので2度塗りしています。その上からプリズムメタリックブルーバイオレットを塗装します。名前が長い。クリーニングブラシでホコリと静電気を除去してから塗装します。光沢塗装ではホコリが塗膜につくと目立ちやすいのでこういった一手間をかけています。塗りにくいところから塗って全体を塗っていきます。不思議な色ですね。いろんな色味を感じます。半艶の状態もなかなかいい質感ですね。本体外装の処理を始めます。外装のほとんどがアンダーゲートになっていてメッキ加工したフェネックスのバリエーションキットは出そうですね。アンダーゲートのおかげで表面処理的には楽かなと思いきやユニコーンは平面の部分が多く引けが目立つ箇所がたくさんありました。平面出しをするのに今回は1000番相当の下村アレックぐるぐるバー細めを対応しました。金属ヤスリだとどうしても深い傷ができてしまいがちですが細めのおかげかそういった傷ができにくく表面処理が格段に楽になりました。この後に筋彫り刀のマジックヤスリを1500番までかけてさらに表面を整えておきました。今回使用した工具類は動画の最後または概要欄にまとめてありますので興味のある方はご覧になってみてください。パネルラインの彫り直しを行っていきます。光沢塗装はどうしても塗膜が厚くなってパネルラインなどが甘くなってしまいがちなので彫り直しを行っていきます。パネルラインに沿って毛描くだけなので簡単ですね。力を入れないようにすると失敗が減ると思います。これでシャープになりましたね。これで一通り外装パーツの表面処理が終了しました。今回は仮組みを行わなかったので全身のパーツを並べて色分けの検討を行います。どのパーツがどこのパーツなのか把握する意味もありますね。しかしめちゃくちゃパーツ多いなこれ。外装パーツを洗浄して乾燥している間にフィギュアを塗装していきます。ユニコーンガンダムのパイロットバナージリンクスですね。エアブラシで塗装するのは無理なので筆塗りで塗装します。フィギュア塗装の時に使用するのは模型用の塗料ではなく絵画用のターナーアクリルガッシュを使用しています。定着力が弱くすぐに塗膜が剥がれてしまうんですが色数がとにかく豊富で値段も比較的安いので愛用しています。定着力が弱いのもフィギュアでは関係ないですしね。気軽に扱えるのが何よりのメリットだと思います。結構バナージュっぽく見えてきたでしょうか。まあコックピットに入れたら見えなくなっちゃうんですけどね。センサー関連パーツにクリアグリーンを塗装していきます。 LED 発光で緑色になるんですが発光していない時に寂しいのでメインカメラユニコーンモード時のバイザーとビームマグナムのセンサー部なども塗装しておきました。プリズムパープルグリーンを塗装していきます。カメラのレンズで見られるマルチコート風の表現ですね。ついでにサイコフレームをプリズムパープルグリーンで塗装しておきます。これも発光していない時に寂しいのでコートしておきました。プリズムカラーをそのまま塗ると艶消しになってしまうのでさらにクリア塗装して光沢を出しています。内部の導光パーツは発光が鈍くなってしまう可能性があるので塗装していません。さらにバックパックも EX クリアでコートしておきます。こちらもプリズム系の塗料なのでそのままだと艶消しに近い感じになっていますね。クリアコートすることで光沢や色に深みが出てきます。バックパックの中研ぎを行っていきます。3000番のスポンジヤスリですね。ユニコーンガンダムは角張ったディティールが多くたまりができやすいので一度ヤスリをかけて表面を整えておきました。全体が艶消しになったら OK だと思います。バックパックにさらに EX クリアでコーティングして中研ぎでできた傷を消していきます。このクリアコート後にデカールを貼っておきます。先ほどより光沢が出ているでしょうか。外装パーツにサーフェイサーエボホワイトを塗装していきます。引きを処理したヤスリの傷を埋めていく下地作りですね。白いパーツに白いサフを吹いても違いがわからないですね。結構真っ白です。
この白を生かしてこの上にクリアを吹いて光沢を出したらそのまま使えないかな。ちょっと試してみましょう。 EX クリアで光沢を出してみます。本来なら EX ホワイトを塗装して光沢を出すんですが、模型紙で黒サフの上にクリアを重ねて光沢を出すという技法を見かけました。実際にできたら一手間減らせるのではと考えてその方法を試してみます。こってり塗って、この時点だと結構光沢が出てますね。一旦乾燥させると思いっきり艶消しですね。まあ1回で光沢は出ないのでこんなものでしょうか。でクリア塗装2回目も行ったんですが、乾燥させてみるとほとんど変わらず艶消しのままでした。普通の塗料なら2回くらいで光沢が出るんですが、これだとむしろ手間が増えてしまいますね。あれ、希釈率が違うんでしょうか。なかなか思った通りにはいかないですね。ということで結構な梨地だったので2000番のヤスリで表面を整えます。ついでに塗膜の厚みでモールドが埋まり気味になっていた頭部のディティールを少し彫り直しておきました。頭部は特に目立つところなのでこういった一手間でクオリティが上がるかなと考えています。それでは仕切り直し EX ホワイトを塗装していきます。いろいろな技法がありますが、使っている塗料のメーカーが違ったり希釈率が違ったりするので、ふわっとした知識だけで再現してもなかなかうまくいかないものですね。まあいろいろ試しつつテカテカ塗装をもっと簡単に効率的にこなせる方法を探っていきたいですね。中研ぎも行ったので EX ホワイトでバッチリ光沢が出てくれました。それでは外装パーツの塗り分けにニュートラルグレー1を塗装していきます。見た目 EX ホワイトと全然見分けがつきませんね。これは白にしか見えません。果たしてこれでちゃんと塗り分けができているのでしょうか。はい、できていました。よかったですね。デカールを貼っていきます。左肩のデカールがパーツをまたぐように貼る必要があったので、ここだけ仮組みしてみました。バージョン経営キットの特徴として膨大な水転写デカールがあります。今回も170種類近くありました。それでもいつもに比べると全体的にあっさりした感じだったので、気になるところに HGUC やマスターグレードのデカールを追加で貼っておきました。ちなみに撮影していただけでもデカールを貼るのに6時間以上かかっていたようです。ミスタークリスタルカラーのターコイズグリーンを塗装していきます。外装パーツに変更塗料を塗装することでユニコーンの持つ神秘的なイメージを強調できないかなと、サイコフレームの雰囲気に合わせて塗装してみました。いつもならガイアカラーのプリズムブルーグリーンを使うところなのですが、どこも在庫切れで入手できなかったので手持ちにあったこの塗料を使ってみました。おっと、ホコリが入ってしまったので少し乾燥させてからヤスリを使ってホコリを削り取っています。削りカスを払って上から軽く塗装して修正完了です。バッチリ。 EX クリアで光沢を出していきます。変更塗料はそのままだと艶消しになってしまうので EX クリアでコートして光沢を出します。またデカールと塗膜との差を減らす目的もあります。すでにターコイズグリーンをデカールの上に吹いているので、デカールが溶けてしまうようなことは気にしなくてもいいのかなと、ある程度こってり塗っています。いい感じかな。さらに EX クリアを重ねます。おや、めっちゃ艶消しに戻ってますね。一度ぐらいでは光沢は出ないものですが、にしてもちょっと艶消しが過ぎるような。ついでにバックパックにもクリアコートをしておきます。こちらはデカールの保護と光沢が目的ですね。テカテカです。クリアコートをした外装パーツです。あまりにパーツが多いのでヤマゼの食器乾燥機をもう1台導入しました。それでも入りきってないんですけどね。いやー、すごい物量です。乾燥後嫌な予感の通り梨地になっていました。いつもなら光沢が出ているところかなと思っていたんですが、とりあえず3000番のスポンジやすりをかけて表面を整えます。
バックパックはある程度光沢が出ていたので、デカールの段差を緩和するためにヤスリをかけておきます。こちらは予定通りという感じですね。 EX クリアで光沢を出していきます。クリア塗料の希釈が薄すぎるのかなと思って若干 EX クリアを足して濃いめに調整して改めてクリアコートをしてみました。この時点ではしっかり光沢が出てるんですが、乾燥を待ってみないと実際に光沢が出るかどうかはわからないですね。どうなるかな。こちらは順調に塗装が進んでいるバックパックです。デカールを貼った上にクリアコートをして、それにヤスリをかけてデカールとの段差を解消して、さらにクリアコートを行っています。これでバックパックを含む青系パーツは塗装終了となります。そしてその間に乾燥した外装パーツですが、完全に艶消しですね。あれなんだこれ。さらに追い EX クリアです。一体何度目だ。光沢が出ているようにも見えるんですが、肉眼で見るとどうにも梨地が目立ってしまいます。これはどうしたことか。 EX ホワイトの段階では光沢が出ていたので、その後の工程で梨地を作ってしまったようです。こうなってしまうとクリアコートでは光沢は出てこないようですね。EX クリア乾燥後の状態ですが、梨地になっているのがわかるでしょうか。これだと十分な光沢とは言えないですね。仕方がないのでヤスリをかけていきます。3000番をかけ始めたんですが、3000番では消えない梨地なので番手を下げて2000番でヤスリをかけてみました。さすがにこれで光沢が出るんじゃないでしょうか。出てほしいですね。はい、梨地は消えませんでした。2000番のヤスリをかけてクリアコートを行ったんですがダメだったようです。ということは1500番まで番手を下げてヤスリをかけます。ここまで下げていいんでしょうか。あっという間にエッジが出てしまいそうですが、慎重にヤスリをかけていきます。塗装、乾燥、中研ぎを繰り返したせいでめちゃくちゃ時間がかかってしまっています。これはもはや修行ですね。塗料がめっちゃ減ってる。これが最後の EX クリアです。1500番のヤスリは大正解だったようで、バッチリな指示が消えました。原因としてはターコイズグリーンを塗装する際にデカールを溶かさないよう砂吹きをしたせいで梨地を作ってしまったのかなと予想しています。 EX クリアでの砂吹きではここまでの梨地になったことはないので、ちょっと疑問が残るところではありますが、はっきりとした梨地が出てしまうと高い番手のヤスリでは梨地を消すことができないということが分かり、なかなか良い知見を得られたと思います。これで外装パーツの塗装は全て完了です。動画の最後に各部位ごとの詳しい塗装の順番、塗料のリストを載せてありますので、気になる方はご覧になってみてください。それでは仕上げを行っていきます。まずは墨入れから。今回は白ベースなので墨入れ塗料はグレーを選びました。白いパーツに対して黒の墨入れ塗料を使うとかなり重苦しい印象になってしまいます。フィックスフィグレーションなどでは紫の墨入れを行っているものもありますね。一度試してみたいところです。エナメル溶剤を染み込ませたフィニッシュマスターで拭き取ります。光沢に塗装しているので墨入れの拭き取りも簡単です。下出るカラーのアイアンブレーカーで部分塗装を行っておきます。前回アクリジョンと間違えて紹介してしまったアクエオスのゴールドでデストロイモードのアンテナをマスキングもなしに塗装してしまいます。表面だけが金色なんですよね。こちらはアクリジョンの小鉄色、アンテナの基部を塗装します。アニメ版では白なんですよね。白のままでも良かったかもしれません。下出るカラーのアグラックスアースシェイドでアンテナに陰影をつけておきます。墨入れみたいなものですね。乾燥する前にはみ出した部分を湿らせた綿棒で拭き取っておきます。そしてマジックリンの登場です。マジックリンを含ませたフィニッシュマスターではみ出してしまったアクリル水性塗料を拭き取ります。実はアンテナの裏表を間違えて塗装してしまったんですが、完璧に塗料を除去でき簡単にリカバリーできました。ほとんど何のリスクもなく拭き取りができるので、このテクニックはいいですね。完璧。本体を組み立てていきます。その前に電飾用の LED の動作確認をしておきます。
フレキシブル LED シートのコネクタを差し込んで電源オン。お、つきました。大丈夫そうですね。電飾と直接関係のないパーツを先に組んでおきます。これはシールドですね。サイコフレームをプリズムパープルグリーンで塗装してあるので不思議な光り方で面白いですね。そして変形、かっこいい。そして本体を組み立てていきます。すでに胴体が出来上がっていますが、これ組み立てがめっちゃくちゃ大変でした。これまでにガンプラで経験したことのない組み味です。フレキシブル LED シートを全身にわたって配線する必要があるため、腕や足などといった部位ごとに組み立てることができず、全てをつなげていきながら組み立てる必要があります。全身を支えながら組み付けるパーツも支え、さらに LED シートの配線も行うという、腕が何本いるんだという組み立てになりました。ハンガーにつけて組み立てればもう少し楽だったかなと思うんですが、撮影しにくくなってしまうので手に持っての作業にしたのも苦労の原因かと思います。ピンセットを使いサイコフレームに LED シートを配線していくんですが、透明でどこを通せばいいのか分かりづらく、 LED シートを切ってしまうんじゃないかとヒヤヒヤしながらの作業でとても気を使います。所定の位置に LED シートを配置できてもパーツをはめ合わせるとずれてしまって LED シートをパーツで挟み込んでしまったりして断線させてしまいそうになることが結構ありました。配線に気を取られすぎて足首に左右があるのを忘れて組んでしまって、一度分解したりしてさらに手間がかかってしまいました。しかし断線が怖い。ここまで手間をかけて塗装してきたのに電飾が動かなかったら泣くに泣けないですよね。 LED シートを部品注文するにしても1枚4000円、なかなか厳しいですね。しかもここまで組み付けたパーツを全部ばらさないといけないので、そうなってしまうともう踏んだり蹴ったりですね。このフレキシブル LED シートを折り曲げるのもすっごく神経を使いますね。ピンセットを使いながら折り曲げすぎないように、かつちゃんと折らなくてはいけないというのはドキドキしてしまいます。さらにこの細い穴を通してピンセットで引っ張りながらピンに差し込む、引きちぎってしまいそうですよね。怖い。前腕部も配線を頑張りながら組み立てて、今見えてるのはシールド発光用の LED ですね。普段はビームトンファーで隠れています。肩のパーツを差し込んで、これで胴体以下が出来上がりです。さあこれで最後、頭部を組み立てていきます。 LED の位置も細かく指定されているので気を使いますね。ここも本体とつながったままの作業なので普段なら楽勝のはずなんですが、かなり苦労しました。ガンダムフェイスがユニコーンフェイスの裏に入るんですね。角を差し込んで、お、イケメン。バックパックを差し込んで、これでついに完成です。ユニコーンモードは太ましくてかっこいいですね。今僕の中には例の音楽がずっと鳴り響いて達成感が体中を駆け巡っています。
50周年、マスターグレード25周年を記念したこのマスターグレードエクストリームユニコーンガンダムバージョン KA をこれまでのユニコーンガンダムの集大成ともいえるプロポーションにスムーズな変身機構を備え、常軌を逸した物量に加え、光合 C までの電飾によってユニコーンモードからデストロイモード、さらに覚醒モードまでを再現したまさに極限にたどり着いたマスターグレードと言える存在ではないでしょうか。撮影時間だけで58時間を超えるモンスターでしたが、その完成度によってターンテーブル撮影ではため息をつくばかりで、達成感と充実感を味わうことができました。ということで、マスターグレードエクストリーム RX0 ユニコーンガンダムバージョン KA テッカテカ塗装でした。また次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。